こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日はちょっと特別な世界を皆さんにご案内します。座敷飾り、そしてお客様を迎える姿、これを不肖森前が亭主役であり、愛好家のお客様が訪れてお下がりになるまでの飾り、接客、すべてを一堂にご覧入れます。お楽しみください。お座敷の中からお話をさせていただきます。立派な数寄屋床、数寄屋建築という日本の和風建築の粋を集めたこの部屋、またこの建物、今ではあまり見ません。このお屋敷は私ども羽生内久邸のすぐそばにあるものです。盆栽と水石をこよなく愛して生涯を送られた根岸正一郎先生の建てられたお屋敷です。根岸先生はここで日々ご自身の趣味の一つとして盆栽を飾り、水石を愛し、考案しながら季節の飾りを楽しまれました。今日はこの立派なお屋敷を使って皆様にそこの主人が友人である愛好家を盆栽や水石を飾ってもてなす世界をご紹介させていただきます。客を迎えるにあたって飾りをする、単なる飾りではなく、いろいろな季節、歳時期、文化、さまざまなものを心の中に織り込んで、持てるものとの取り合わせを見て、いろいろと考案します。古典、そしてお越しになるお客さんの心、場所、これがまた一つの楽しみでもあり、修練ともなる時間なのです。玄関の内側、露地という場所です。家の玄関に向かう前のこの露地は一つのプロローグともなります。本来はお迎えになる前に水を打ちますが、今日はしぐれの雨が降っています。内玄関、お客様を迎える家の顔とも言うべきものです。お迎えになる前に板を清め、床を拭き、心を整えるつもりを持って行います。靴を脱ぐ靴掛けという大きな石、これもきれいに心を込めて床とともに拭きます。この作業を自らやることで迎える心を整えることになります。この邸宅には4つのしつらえの場所があります。玄関の脇棚、ここは軽やかに、料理で言えばオードブルのような、それでいて今日お客様と語らう主題から外れないように心がけます。暮れなずむ秋の夕暮れ、くずや石とそこに置いた酒を交わす老人の置物。さあ今日は友よ飲み交わそう。玄関に入っての寄り付きという平らな、それでいて心の深い席があります。軽やかな場所なので、今回は牢屋垣の可愛らしい木を用意しましたが、深まる秋を演出するのにちょっと元気ですね。少し葉落ちのしぐれの晩秋をハサミで作りました。寄り付きの床をかけるときに、まずは公安で選んだ
掛け物をかけてみます。一度修練して必ずその軸の高さを合わせます。箱の開け方、置き方、そして床に入る入り方、かけ方、それぞれの作法は伝えればきりがないほどがありますが、大切なことは慣れることです。一度二度ではなく、型を覚えて形として身につける、そのことが大切です。先ほどハサミを入れた牢屋柿を掛け物に添えて魔調子を合わせて、それを最後にしっかりとこれで良いかと自問自答します。玄関の飾り、軽やかに友と酒を、そして靴を脱ぎ、上がり縁にあるとこにはわずかな実を残す牢屋柿と落ち葉の掛け物、晩秋の飾りが入り口に響き渡ります。あえて小さめの盆栽、小さめの掛け物、その中に込められた季節と亭主の思いです。この邸宅のメインといえる床の間がある主室です。今日はここで来客者との応対が行われます。つまりこの部屋の飾りが今日の晴れの飾りとなるわけです。掛け物、盆栽、水石、三位一体の飾りを入り口から来たプロローグを経てここへ招き入れます。朱木に心拍の名木、龍がまさに昇り上がるような木の姿、半身を削り、それでも皮一枚で生きて旺盛な緑を描き出すこの木は、細身ながら心拍盆栽の真骨頂を表す木として名高いものです。掛け物は雲渦巻く中に咆哮する龍の姿、江戸期の名将加納常信の筆によるものです。来る年は辰年、まさに龍がこの心拍の斜里間のように駆け上り、空高く昇る、そのような願いを込めてもいます。脇床に飾られている石、佐治川の大いなる山並みを見せるこの石は、日本の国、大和の大屋島を連想させます。来る年を龍が昇るように、良き年となれ。また、枯れた幹を見せても旺盛な命を繰り広げて、こんな願いを込めた席でのお迎えになります。邸宅の中には、普段の自邸にはないと言われる茶室があります。わずかな空間、小さな床の間、床柱、かち、いろいろなものがわびすきという状態で作られています。茶室というのは大変小さな空間ですが、精神性は大きな床の間にも勝ると言われるものがあります。禅や茶人たちが築き上げた日本の文化が生み出した小宇宙の大空間でもあります。茶室の飾りは精神の極みと言われます。
そこにかけられるもの、そこに飾るもの。亭主は深い思い、それを主客が感じ取れるような世界観を作り上げるための最後の問答が行われるほどの厳しさと深さがある世界です。今回の失礼は、掛物にしぐれ、紅葉を洗うとあります。秋のしぐれが雨に紅葉を美しくさせるという意味ですが、深い意味で言えば、人はしぐれ、つまり冷たい雨に打たれるような人生を重ねてこそ、鮮やかで美しい世界を生きていける。こんなことを歌っています。水石は山に始まり山に終わるという凡山の姿。かすかに紅色をはらんだ鴨川の石は、すべての水石の象徴を表しています。いかがだったでしょうか。今日のわびチャンネル。この立派な屋敷を使って盆栽水石三昧の真髄の飾りをお伝えしました。次週はここへ人をお招きする姿をお伝えします。いや、こういうのって久しぶりに見たよと、もっと見たいよ、そんなことを思ってくれたらありがたいです。よろしければぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。